番組は誠意と技術で世界に奉仕するシャープの提供でお送りします。 New Life Sharp。 どっからでもかかってらっしゃい。B4 サイズで送る、受ける。シャープファックストゥデイ。おはようございます。皆さんお元気ですか？小倉智明です。秋葉原の電気街では冬のボーナス商戦竹縄のようでありますけどもね、冬のボーナスが出たらワンランク上のパソコンを買おうなんてお考えの方いらっしゃるんじゃないですか？おはようございます。高倉涼子です。私の友人にはまだパソコンの良さを知らない人が多いんですよね。ですから今年の冬のボーナスでぜひパソコンを買うように勧めているんですよ。そうなんです。これからの時代はパソコンは必需品ですから、ぜひ進めていただきたいと思いますけどね。さて、今週のパソコンサンデーは月末恒例のパソコンソフトベスト10をお届けしたいと思います。先月のベスト3はね、こんな風になってましたね。まずイースでしたね。それからこのウルティマ4、さらにはデュアンブラー自己中心派、これがベスト3だったんですが、まあ今月はだいぶ入れ替わりがあるかもわかりませんね。はい。そして後半はですね、最近ビジネスマンに人気のシステム手帳、これにパソコンを利用する方法を考えてみたいと思います。それでは早速参りましょう。11月のパソコンソフトベスト10。おはようございます。山下明です。今月もですね、話題のソフト、それから新登場のソフトをバッチリご紹介したいと思います。山下君にそれでは今日もバッチリ解説をしてもらいたいと思いますがね、それでは早速ベスト10参りましょう。まず10位、ホテルウォーズ47ポイント。はい、このゲームはですね、ヨーロッパを舞台にしてホテル経営にチャレンジするっていう、ビジネスシミュレーションゲームなんですけどね、普通の生活ではできないっていうことをパソコンの中でできちゃうっていう、その辺が受けてるんじゃないでしょうか。続いて9位、先月は3位だったデュアンブラー自己中心派52ポイント。ちょっとパワーダウンかなっていう感じもするんですけど、近いうちにこれの続編、競合雀士編っていうのが発売されます。でこちらはメンツが総入れ替えになってましてね、前のディスクと合わせると非常にバラエティに富んだ麻雀ができるってことで、これも面白そうですね。そして8位、安定した強みを見せるリバイバー59ポイント。はい、大きなキャラクターが動き回るアルシスソフトのアドベンチャーゲームなんですけど、とにかくマップが広くてアイテムも多くてメッセージも多いと非常に難易度は高いようです。7位です。先月おすすめしたアルカノイド早くも新登場63ポイント。このゲームは1年ぐらい前にね、ゲームセンターでサラリーマンの方なんか100円玉をこういっぱい積んでねやってたんでご存知じゃないかと思いますけど、ブロック崩しの新型なんですね。でパワーアップアイテムを取って、それで全33面をクリアする誰にでも遊べるタイプのゲームです。6位、ウルティマ471ポイント。このゲームには3つの乗り物が出てくるんですね。一つがポーの町の馬、それから海で手に入る船で、最後の1個っていうのは気球っていう乗り物が実はあるんです。でこれに乗りますとね、山だろうと海だろうとどこでも行けちゃいますんでね、この気球を探して皆さんもブリタニア大陸を東奔清掃してください。今週のベスト5、着々と順位を上げる上海80ポイント。でこういったパズルゲームの人気っていうのは不滅じゃないかと思うんですね。一人でじっくりと夜中に遊んでもいいでしょうし、それから皆さんでワイワイやってみるのもいいでしょう。4位はいきなり新登場マンハッタンレクイエム87ポイント。はい、殺人クラブで有名なね、リバーヒルソフトの新作なんですが、今回はニューヨークを舞台にしましてね、JB フロイドがまたまた冒険します。こちらのシナリオもなかなか面白そうですよ。以上が今月の10位から4位まででありますけどね、山下君振り返ってどうですか？そうですね、先月のベスト10に入ってたギャンブラー自己中心派とウルティマ4、これが落っこっちゃったのが残念なんですけどね、今月はですね、こちら4位のこれマンハッタンレクイエム、このソフトに注目してみたいと思います。今これドクターに実際にやっていただいているんですけど、このゲームはね推理小説仕立てになってましてね、でいろんな、状況とかね、それから証言とか得られるんですが、そういったものをですね付属のノートに逐一メモしていかないとまずゲームを解くことはできないんです。でたとえそれでメモっていかないでも解けちゃったとしても、そういった場合はですねゲームの奥底に流れるストーリーっていうのはほとんどわからないと思うんですね。ですから皆さんにもしっかりメモを取りながらプレイしていただきたいと思うんですが、ドクターいかがですか？はい、こんにちは。ドクターパソコン宮永です。そうですね、このマンハッタンリクレイムいうゲームはね、推理小説って言いますか、探偵ものになりましてね、今ちょっとやっておりますけども、いろいろ聞き込みを次々こう繰り返しまして、なかなか大変なんですよ。
でこうやってね外に出まして、あちこちのこの画面があるんですけども、これも大変この綺麗によくできております。ニューヨークご存知の方なら、懐かしいような画面も次々出てくるんじゃないかと思います。なかなかいろんな意味でよくできておりますので、一つお楽しみいただきたいと思います。さて、それでは今月のパソコンソフトベスト10、いよいよベスト3の発表です。第3位、これも新登場、ルクソール96ポイント。はい、ベスト10の中に久々に入ってきたシューティングゲームなんですけどね、このゲームは上から見た 2D のモードと横から見た 3D のモードが両方入ってまして、1本で2本分遊べるなかなかお得なソフトです。続いて第2位はまたまた新登場、ジーザス99ポイント。はい、このソフトについてはね、先月のベスト10でもちょこっと触れましたけど、非常によくできたアドベンチャーゲームでしてね、アドベンチャーの最高峰と言ってもいいんじゃないかというくらい僕も思っていますので、皆さんにもぜひプレイしていただきたいと思います。そして今月のベスト1、第1位は先月に続いてイース108ポイント。強いですね。でそろそろもうイースを解き終えたっていう方もかなりいるんじゃないかと思いますけど、実はまだイースの底にはね、いろんな面白い話、それから奥深いトリックとかあったりするんですね。でそういった話を知りたいっていう方はですね、ぜひ11月の頭に出ました僕の本チャレンジ AVG&RPG3、こちらをお読みになってください。ということで11月のパソコンソフトベスト10ご覧いただいたわけなんですが、1位のイース以外は山下君だいぶ変わりましたね。そうですね、順位の変動が結構激しかったんですね。例えば1年ぐらいもうベスト10に入ってた信長の野望が消えちゃったりとかね、いろいろあったんですけど、来月はこれがもっとさらに激しくなるんじゃないかと思います。特にその目玉になりそうなのが日本ファルコムのソーサリアンっていうゲームなんですけどね、果たしてこのイースからソーサリアンへ見事1位の受け渡しができるかどうか、その辺が注目したいところなんですけど、それではですね、今月ベスト3の中から何本か、注目ソフトを紹介したいと思うんですけど、まずはこちらのルクソールっていうゲームです。はい、でこのゲームはですね、こんな感じの上から見たまず 2D のシューティングモードから始まるわけなんですけど、敵を倒しますとね、時々いろんな色の弾が出てきまして、でこれを取ることによってパワーアップするんですね。で赤を取ると、対空中用のミサイルがパワーアップ、それから黄色を取ると対地上用のミサイルがパワーアップ、そして青を取ると自分の周りにシールドが貼られるんです。でこれには段階がありまして、弾を続けて何個か取りますとね、これがどんどんパワーアップしていってくれるんで、弾を取ることが一生法なわけなんですけど、各面の最後にはですね、こんな感じの親玉、一面はサソリなんですけどね、が出てきまして、これがものすごく硬いんですね。で弾を何発も当てないと倒せないんで、これは頑張ってやってみてください。そして、親玉倒しますとね、2D モードから今度は 3D モードっていうのに移るわけなんですけど、 3D モードっていうのはこういった感じの画面でしてね、横から見た感じでやっていくわけなんですが、でこの面の最後にもね、やっぱり親玉がいまして、これは一面と同じサソリなんですけどね、これまた硬いやつですからね、必死に連射して倒してみてください。こういった感じのゲームですのでね、2D モード 3D モード2つ遊べますんで、なかなかお得なソフトと言えるんじゃないでしょうか。いやこのルクソールっていうのも面白そうですがね、テレビをご覧の皆さんには一部しか見てもらってないわけですが、山下君やってる間私たちずーっと待ってるわけで、これが結構長いんです。それぐらい失敗しませんもんね。さて次ははい、次はですね、今こちらにありますジーザスっていうゲームなんですけど、これはもう本当に僕が皆さんにお勧めしたいアドベンチャーの終作なんです。でどういったゲームかと言いますとね、ハレー彗星は地球に何年かに一度近づいてくるわけなんですが、その中にですね、生命反応があると。ところがそれが実はエイリアンだったんですね。そのエイリアンに船の中でどんどん襲われて人が死んでいくわけなんですけど、その中でこの主人公の早尾って青年がどうエイリアンを撃退するか、その辺を描く物語なわけなんですけどね、こういった感じでグラフィックも非常に綺麗ですしね。で最初はこうやっていろんなところを移動しまして、このエリーヌっていうのが主人公の早尾君のガールフレンドでしてね、で今回この2人だけがエイリアンから助かって生き残るわけなんですけど、実はキーボードの演奏のプロ級でね、レーザーローンっていうのの腕がすごいんですね。これちょっとお話なんかしますと、新しいカセットをこれから聴くところよなんて言って、でそのカセットを聴かせてくれます。でこれは音楽は杉山浩一先生、ドラゴンクエストシリーズとかねやられてる先生なんですけど、あの方が担当されてますのでね、非常にいいものなんです。これ買ってもう損をしたって感じる人は絶対いないと思うくらい、ものすごくいいゲームですので、本当に言い過ぎなくらいですけどね、皆さんぜひこれはプレイしていただきたいと思います。軽井沢誘拐案内が私まだ解けてませんけど、ジーザスに今度は取り組んでみたいと思います。さて、後半はですね、面白い企画があるんですが、ビジネスマンに評判のシステム手帳をちょっとご紹介してみたいと思います。その前にちょっとお知らせを。New Life Sharp。同僚の恵子は最近新兵器を手に入れた。なんとワープロがついたパソコン。ワープロは乙女のたしなみなんてのたもうてキーを叩いてるらしい。会社のワープロの文章が使えてビジネスソフトもいっぱい。お父
父さんも覚えたらとそそのかして買ってもらったんだそうだ。したたかしたたか。パーソナルな16ビットシャープ MZ 書院。 New Life Sharp。 感じたらズーム。初めての8倍ズームは君との距離をなくしたね。僕の君は8倍素敵だ。シャープビデオムービー。さてパソコンサンデー後半はこういったシステム手帳を取り上げてみたいと思うんですね。デパートや文房具屋さんではたくさん手帳を売ってるんですけども、なぜかこういったシステム手帳値段が高いにもかかわらず売れてる。これはなぜなのか。はい、こちらのですね人だかりを見ていただければ分かると思うんですけど、こちらがですね、銀座にあります伊藤屋さんのシステム手帳売り場なんです。今日はですね担当の石井さんにいろいろお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずですね、今このシステム手帳っていうのが非常に人気あると思うんですけど、どうしてこういった人気があるのか。そうですね、最近かなり情報が乱れてるわけですね。でところがその情報をですね、収集することに、従来の状態のまんまですとなかなか収集できないわけですね。ですからこういうシステムバインダーをお使いになりまして、その情報をですね、その場でもキャッチしてしまうということで、最近は流行になっていると思うんですね。なるほど。で大体どのような、年齢とかご職業の方がこういったシステム手帳は購入されているんですか？そうですね、年齢的には大体そうですね、20代から中年の後半ぐらいの方ですね。その辺が中心になると思います。職業的にはですね、かなり幅が広いもんですから、これというその区切りがないんですね。いろんなもう職業の方が皆さんお使いになってるっていうことですね。そういうことですね。でそういった方々っていうのはこのシステム手帳具体的にどういったことに利用なさっていると思われますか？そうですね、大体外でお仕事をなさる方が非常に多いんじゃないかと思うんですね。要するに動くコンピューターとでも申しましょうか、要するにそのバインダーが1冊あればですね、自分のその情報が全てその中に網羅されているということで、要するに動くコンピューターということですね。これ具体的にどういった使い方があるんですか？そうですね、例えば出張された時にですね、例えばここにありますけれども、大阪の地下鉄の路線図ですとか、これは首都圏の高速道路ですね、こういったようなその情報がこの中に全部網羅されてるわけですね。あとはですね、この辺のショッピングリストみたいなものなどもありますね。ロンドンですとか、いろいろありますけれども、これはどういったふうに使うんですか？これはですね、要するにそのショッピングのどこどこの場所に何々がありますというようなことがいろいろ書かれている情報なんですね。その他にこちらにあります通りですね、パリですとかワシントン、ローマ、いろいろありますけれども、その方のですね、その行動される範囲によって、こういったものもその持つものが変わってくるということになりますね。海外旅行になんか便利ですね。非常に使いやすいっていうことですね。自分のスケジュール感じがね。わかりました。どうもありがとうございました。このシステム手帳っていうのはね、ちょっとかさばるなっていうところはあるんですよ。でここに3つありますけどね、一番このむくんでるのが実は私が使ってるシステム手帳でありましてね、僕の場合はこうちゃんと名前なんかもここに入ってるでしょ。いやもう使い込んでらっしゃるのがよくわかりますね。もういろいろ、それでここのところにですね、パソコンとうまく連動してこうメモなんかを入れればかなりいいんじゃないか。使い方さえうまくやれば2倍も3倍も便利になるわけなんですが、このシステム手帳のうまい使い方、高橋さんとドクターにねいろいろ教えてもらいたいと思うんですが。こんにちは、高橋一です。今小倉さんの方からもお話があったんですけれども、こういったシステム手帳ですね、この場合にはホルダーとかですね、カード入れとかですね、いろいろあって結構面白いんですけれども、こういった企画にはですね、こういった6つの穴が開いてるんですね。でこの位置とかですね、あとこのカードのサイズ、これがですね規格になってまして、もう世界統一になってるんですね。それでですね、こういった
システム手帳のですね最後のところ、こういったですね何も書いてない紙とかですね、あるいはこういった真っ白のこういった紙がですね販売されてるんです。ですからこういったものにパソコンでもって何か印刷してこの中に入れることができればすごい綺麗ですよね。ここにですねいくつかサンプルがこうあるんですけれども、これは用語集とかですね、あるいはこれは時間割なんて書いてありますけれども、こういったものも作ることができるんです。それで今こちら画面の方にはですねチャートアップが動いてまして、このチャートアップにはですねシステム手帳のための印刷機能っていうのがちゃんとサポートされていまして、今画面の方ではソフトハウスのアドレス帳がこう出てるんですよね。全国いろんなところのですね、いろんなものが入ってるわけなんですけれど、これをですねこのプリンターでもって印字しようと思います。この印刷を選びまして、あとこのところ実行と、やるだけで、16ドットの縮小印字っていうモードがありまして、それでもって印刷してくれるんですね。実際見てみてなかなかこう綺麗です。でこう今プリントアウトしてるプリンターもですねこれなかなかユニークなものでして、こう水平インサータープリンターっていうんですね。それでこれは紙をこう水平に入れますとそのままこうやって印字してくれまして、でなおかつこのヘッドが垂直についてるんですね。だからこういったものの印刷に非常に向いてると思うんですけれど、ドクターどうですか、こういったシステム手帳パソコンとつないでみて。そうですね、先ほど小倉さんの話でちょっと値段が高いけどっていう話もありましたけども、この手帳そのものはこれ1回買えばね何年でも使えるわけですのでね、中身がそれこそ世界標準ベースでもういろんなものが用意されてる。実はこういうバインダー手帳っていうのは日本でも随分昔からいろんな種類のありましたね。けれども皆1年か2年経ったらですね規格が変わってみたり、ちょっとうまくないことが多かったんですけれども、これは世界的標準ですから、そういうことを受けましてね、あっちこっちのメーカーでもういろんな工夫を凝らしたこの用紙が発売されておりますし、そういうことで、最近日本でも非常に入りかけたんじゃないかと思うんです。でこれ我々コンピューター屋としてはですね、システム手帳そのものはもう今専門の雑誌が出てるぐらいでして、皆さんもよくご存知だと思うんですけども、それで便利だなって感心してるだけじゃなくって、これをそのコンピューターとうまくこのドッキングさせたい。今高橋さんがちょっと説明してくれましたこの白紙にですね、何か必要なデータを打ち出して、そしてこの手帳に持って歩こうと。これ確かに一つのあれですけれども応用でございますが、今ここにできてまいりましたね。このインサーターなかなか便利なもんですけれども、こういう具合にもっと厚紙でも印字できるんですね、このプリンターを使えば。もうこうなりますと手帳っていうよりもなんか専用の、一つの地引きみたいなものが出来上がるわけなんですけれど、コンピューターによる応用っていうことを考えますとね、こういう具合にコンピューターの方で次々例えば住所録ですとかこういうものを次々更新しておりますね。あるいは並べ替えたり、それを必要に応じて次々引き出して、こちらの方も差し替えることができる。これバインダーですから当然ですけどね、いつでも最新の必要な情報を持ってやることができる。これは当然の話なんですが、それ以外にもう一つ面白いアイデアを言いますとね、皆さん会社の方だとすると、例えば出張旅費精算書ですとか、あるいは、何かの立案書報告書、こういったもので定型フォームっていうのがございますね。それをこれっていうとうちの報告書こんな小さくない、もっと大きいって方もいらっしゃると思うんですけれども、それはコンピューターで作らせればいいんですが、そのフォームをそのまま縮小、現在のプリンターは縮小機能っていうのを持っておりますからね、縮小してこの大きさにまとめ上げたものを作っておきまして、でいろいろ出かける時とか出張中とか持って歩くと。で例えば旅費精算であるとしますと、そこのホームにきちっと自分で書いておきますと、今度帰ってきてですねコンピューターに向かってそれをそのままインプットいたしますと、コンピューターの方がさっとこれを大型化したものを吐き出してくると。こういう具合に、コンピューターの出力をシステム手帳へ、システム手帳のデータをコンピューターの入力にと、こういう複合的な使い方、すでにやっておられる方もありますんで、皆さんも大いに研究していただきたいと思います。ところでアスキーネットの ACS にですねシステム手帳に関するシグがあるんですね。そこでパソコンをうまく活用してシステム手帳を使っている方を探して取材をしてみました。ご覧ください。はい、今番組の中でねもういろいろシステム手帳についてのお話が出ましたけど、今日はですね一般ユーザーの方がどういったことにこれを利用なさっているのか、アスキーネット ACS のハンドルネームモーニングさんに来ていただきましたんで、いろいろお話を伺ってみたいと思います。モーニングさんはこのシステム手帳っていうのをご自分でですねどういった形に利用なさっていらっしゃいますか？
パソコン通信と、そこで出会う人たちの、人脈作りに役立てたり、あとは自分のスケジュールを管理したりに使っています。でこのシステム手帳を実際にパソコンと、連動させて使ってるというお話を伺ったんですけど、そういったことをなさると、どういったメリットがあるんですか？そうですね、市販のリフィールであるとか、そういうフォーマットの決まったものであるより自分で使いやすい、いかに使いやすくするかっていうのが、パソコンを使うメリットだと思います。それによって自分の目的に合ったリフィールを自分で制作して打ち出すことができると、それが一番、楽しみです。なるほど。で今実際にこちらにですね3冊これ手帳をお持ちいただいているわけなんですけど、なぜこれは3冊用意されているんですか？1冊こちらはもう完全に手書きの部分で、終わった時にはもうその部分をどんどん切り離して、減らしていくというために使っています。手書きで作るわけですね。そして次が、こちらになるわけですか？これはもう完全に、決定したスケジュールをそれぞれのプロジェクトごとに分けたり、あるいはその自分の、今月の動きである、今日の動きである、そういうのを確認するための、手帳です。なるほど。でこの段階っていうのは普通の日記帳とかでもできると思うんですけど、システム手帳っていうのを利用していると、これで、さらにいろいろなことができるわけですか？日記帳ですと自分でプロジェクト名を書いて時間を書いておいても、後でこの日はどこへ行ったのかどうなったのかというのは一覧では分かりませんよね。パソコンを使えば検索ができて、それによって交通費の生産であるとか、仮払いの生産であるとか、そうしたのが簡単になります。なるほど。そしてですねもう一冊、こちらにですね、勤務先と、名前が書いてあるのがあるんですけど、これはどういったものなんでしょう？これはデータベース、人物のデータベースとして、これはそのASCII の ACS というネットワークの、人々の、住所録です。これによって自分で何か、困ったことがあったりすると電話をかけていろいろ聞いてみたり、あるいはこちらから逆に教えたり、そういうのをやり取りしています。なるほど。それでは最後にですね、このシステム手帳っていうのを使ってみて、どのような感想をお持ちになられたか、素直な意見をお聞きしたいんですけど。便利は便利なんですけどね、やはり、手書きとそうですね、携帯用のラップトップパソコンが欲しいですね。なるほどね。ところで手帳と言いますとね、このね電子手帳も大変便利なもんなんですね。私これはいつもカバンの中入れてるんですけどね、例えばこれ入力にしますね。それでここカレンダーなんて押すと一目瞭然パッとカレンダーが出てくるでしょ。でこれがね鋭いのは漢字入力ができるんですよ。今まで住所を入れてもほらアルファベットで入れたりカタカナだったでしょ。漢字で入れられるっていうのがいいですね。それとこれ別売りなんですけどね、英訳カードも入ってるんです。ですから辞書代わりになりますしね、ちょっとした海外旅行にこれを持ってると便利ですね。もう電卓機能もついてますしね、もう完璧に持ち歩くパソコンという感じになってますね。さてこちらお二人のテクニックも完璧であります。マル秘テクニックご覧ください。雄一&アキラのパソコンこれがテクニックだ。はい、今日のテクニックは X68000 の添付コマンドについてです。例えばですね、今ラムディスクを選択してるんですけれども DIR 命令、例えば実行しますと、こんな風に出てくるんですが、これでパイプを使ったりしますとね、こんな風にですね、パイプドルドルドルのですね000ドルドルドルっていうファイル名が出てきまして、これが中間ファイルになってカレントドライブに作られるんですね。それで例えばこのドライブ C を選択している時には必ずこれはドライブ C にできるもんですからね、自分自身の、この中間ファイルとかやると必ずこんな風に出てきてしまうんですけれども、これの中間ファイルが作られるドライブっていうのは変えることができるんですね。でその方法は添付 A:N のようにですね、添付っていうこの未定義コマンド、実は隠し機能なんですけど、これを使うといいんですね。でこれをやった段階で例えば dir パイプソートなんていう風にしますと、こんな風にですねドライブ C コロンにはテンポラリーファイルが作られませんので、普通にちゃんと出てくるんですね。でこれは普通ですね、今ラムディスクがカレントドライブで、それで中間ファイルがフロッピーディスクのようにしましたけれども、普通はこれ逆にしまして、フロッピーディスクを選択しながら、テンポラリーファイルはラムディスクとか、そういうふうにすると処理の高速化なんかが図れていいんではないでしょうか。はい、今週はですねベスト10の3位に初登場してきました X1 用のルクソール、このゲームの CD モードっていうのをご紹介したいと思います。でそのやり方なんですけどね、 F5 のキーを1回押す、これだけで OK なわけなんですけど、でこういった CD のグラフィックが出ましてね、これで音楽が聴けるわけなんですけど、追加機能みたいのがちゃんとついてましてね、まずスペースキーを押すと聴き始めることができるんですが、
はい、こんな感じで出るんですね。でもう一回押すと次の曲いくんですけど、ここでですねエスケープキーを押します。そうするとランダムプレイが楽しめるんですね。でだんだん CD の機能本格的になってきましたんでね、今後どうなっていくかっていうのにかなり期待したいと思います。どうだったですか？皆さんのテクニックの一つに今日の技を加えていただきたいと思います。さて最後はお楽しみソフトプレゼント。はい、今週はですね、先ほどもご紹介しましたハーパーハウスの、システム手帳を3名の方にプレゼントいたします。なかなか機能的にも充実してましてね、来年1年をこんなので素敵に過ごすのもいいんじゃないかなと思います。ご覧の宛先に住所、氏名、年齢、職業、電話番号、希望ソフト名、今日はシステム手帳とお書きの上、どしどしご応募くださいね。さてキーワードです。はい、こんな数字になりました。このキーワードを必ず書いて出してください。はがきの余白には番組に対するご意見とかですね、パソコンソフトでもハードでも何でも結構です。質問をお寄せください。またお便り特集もあると思いますんでね。今週は11月のパソコンソフトベスト10をお送りしましたが、山下君が紹介してくれたジーザス、さっきコマーシャルの間にねエンディングの部分を見せてもらったんです。実は素晴らしいね。音楽がいいですね。もう映画を見るような感じだったですよ。それから今日はシステム手帳のご紹介も合わせて、お送りいたしました。さて、来週はですね CAI パソコンの教育についてですね、教育用パソコンのソフトだとかハードのことをいろいろ取り上げてみたいと思います。それではまた来週お会いします。ごきげんよう。さよなら。番組に対するご意見やご感想をお寄せください。レギュラー陣も皆さんのお便りや質問をお待ちしています。 New Life Sharp。ビデオの予約を始めます。